2600人の記者と政府高官が一斉にテーブルの下に伏せたのだ。少なくとも5発、ワシントンのホテルで銃声が鳴り響いた瞬間、シークレットサービスがトランプ大統領を取り囲み、ステージから引きずり出したのだ。5発も鳴ったんですか？ 2600 人が全員テーブルに伏せるって映画じゃなくて本当の出来事なんですよね。容疑者は捕まったんですか？容疑者は1名拘束されているのだ。今日は3つの確信を解説するのだ。現場で何が起きたか、なぜトランプは今回この晩餐会に出席していたのか、そして大統領警護の歴史が強度を試されたかなのだ。まず現場の状況を整理するのだ。2026年4月25日の夜、ワシントンのホテル、ワシントン、ヒルトンのボールルーム、これは毎年恒例のホワイトハウス記者晩餐会が開かれていた場所なのだ。出席者はおよそ2600人。記者、政府高官、閣僚、そして大統領と副大統領まで一堂に会する、アメリカで最もセキュリティが厳しいパーティーの一つなのだ。2600人もいて、副大統領まで同じ会場にいたんですか？それって警備する側からすると悪夢みたいな状況じゃないですか？一番警備が難しい場所を自ら選んでいる感じがして。その通りなのだ。CNBC の報道によると、銃声は夕食の前菜が出て数分後、ホワイトハウス記者協会の会長ワイジャ・ジャン氏のスピーチが終わった直後に鳴り響いたのだ。少なくとも5発、ボールルームに響き渡った瞬間、ウェイターたちは入り口に向かって走り出し、出席者はテーブルの下に身を伏せたのだ。スパンのライブ映像では、銃声の直前にメラニア夫人が群衆の中の何かに気づいて不安そうな表情になる瞬間が映っていたとロイターが報じているのだ。そしてシークレットサービスが、どいてください、と叫びながら推し進んできて、トランプ大統領、メラニア夫人、バンス副大統領が順番にステージから連れ出されたのだ。メラニア夫人が先に気づいていたって、それは相当怖いですよね。あの広い会場で夫人だけが何かを察知した、その、何か、ってどういう意味なんでしょう？ここで少し頭を整理するのだ。この晩餐会を例えるなら、学校の卒業式で、来賓と生徒と先生が全員同じ体育館にいる状態なのだ。それが2600人規模で、しかも現職大統領と副大統領が同じ部屋にいる。警備側から言わせると、守るべき人間が多すぎる悪夢、なのだ。でもこの構造が今回の問題の核心とも関係してくるのだ。次に、なぜトランプは今回この晩餐会に出席したのかを解説するのだ。実はトランプは1期目も2期目の最初の1年もこの晩餐会を欠席し続けていたのだ。SCMP によると彼は2011年にマラク・オバマ大統領にスピーチでからかわれ、2015年に民間人として出席して以来長らく距離を置いてきたのだ。2011年のオバマ大統領にからかわれた件ってよく話題になりますよね。あれがトランプをずっと怒らせてたって話も聞いたことあります。それを乗り越えて今回出席したということは、何か政治的な狙いがあったってことですか？鋭いのだ。SCMP が指摘しているのだが、今回のトランプの出席は、トランプ政権とメディアの緊張関係を公の場で見せつける絶好のステージだったのだ。歴代の大統領は晩餐会で報道の自由と憲法修正第1条の重要性を語り、記者たちを軽くいじる伝統があった。しかしトランプはメディアを国民の敵と呼び続けてきた人物なのだ。今回の出席は一種の戦略的和解のシグナルだったと見られているのだ。そこに銃声が響いたのだ。報道の自由をめぐって長年対立してきたトランプとメディアが一堂に会した。まさにその瞬間にこの事件が起きたのだ。歴史のアイロニーというほかないのだが、実はこの晩餐会自体の歴史も重要な文脈があるのだ。ホワイトハウス記者晩餐会は1920年に始まった伝統行事で、実に106年の歴史を持つのだが、今回のような銃撃事件が起きたのは史上初と言われているのだ。106年で史上初？それってもう、起きてはいけない場所で起きた、どころじゃないですよね。しかも犯行の動機はまだ分かってないんですよね。だとすれば、狙われたのはトランプ個人だったのか、それともイベントそのものだったのか、全然わからない状態ですよね。現時点での報道では動機は不明なのだ。容疑者1名は拘束済みで、SCMP などは死傷者の報告は直ちには出ていないと伝えているのだ。シークレットサービスと捜査当局が動機の解明を進めているのだ。そして、この捜査の行方が今後の大統領警護の在り方を根本から変える可能性があるのだ。ここまでをまとめるのだ。4月25日夜、ワシントン、
ヒルトンで5発の銃声、2600人が伏せ、トランプ大統領、バンス副大統領が緊急避難、容疑者1名拘束、死傷者報告なし、そして106年の歴史を持つ晩餐会で史上初の銃撃事件なのだ。ここからは、なぜシークレットサービスは2025年の暗殺未遂から何を学んだのか、そして日本人にはどう関係するのかを解説するのだ。ここからは警護の歴史的文脈を語るのだ。ストレーツ、タイムズの記事には、シークレットサービスが大統領警護に失敗した1年後というリンクが関連記事として掲載されていたのだ。これは2025年の暗殺未遂事件を指しているのだ。2025年に起きた2度の暗殺未遂の後、シークレットサービスは組織の抜本的な見直しを行ったはずなのだが、今回また大統領が会場から緊急避難することになったのだ。2025年に2回も暗殺未遂があって、それで改革したはずなのに今回また、これってシークレットサービスの能力の問題なのか、それともアメリカ社会の銃問題が根本にあるのか、どっちだと思いますか？僕の見立てを正直に言うのだ。両方なのだが、根本はアメリカ社会の構造問題なのだ。2600人という大規模イベントに大統領と副大統領が同時に出席するリスクは、どんなに優秀な警備組織でも完全にゼロにはできないのだ。BBC やロイターなどの複数のメディアが今後の大統領の公式イベント出席のあり方について問い直すだろうと予測しているのだ。問題は、警護の質だけではなく、大統領がどこに現れるかというリスク設計自体にあるのだ。では日本人にはどう関係するのかを具体的に語るのだ。政治リスクと金融市場は密接につながっているのだ。為替市場では、政治的不安定要因として即座に反応するプログラムが動いている。トランプが関税政策や対中戦略の指揮を取れなくなるリスクが高まったと市場が判断すれば、円高ドル安の流れが急加速する可能性があるのだ。NISA 口座で S&P500 に100万円入れている人なら、為替だけで数万円規模の影響が出るのだ。NISA の S&P500 に影響が出る。それって私、まさに積み立てているやつじゃないですか。政治的な暗殺リスクが円高に直結するって、改めて考えると地球の裏側の事件が自分の資産に影響するんですよね。それってどのくらいのタイムラグで市場に出るんですか？政治リスクの市場反応は通常、数時間以内なのだ。日本が月曜日の朝を迎える時にはすでに動いている可能性があるのだ。歴史的に見ると、2011年のガブリエル・ディフォーズ下院議員銃撃事件の翌営業日は市場が 2% 以上下落したのだ。大統領が直接狙われた場合の市場反応はさらに大きい。ただし今回は容疑者が即座に拘束されトランプの安全が確認されている事実は市場の落ち着きにつながるはずなのだ。逆に聞いてもいいですか？今回の事件を受けて、トランプ大統領のメディアとの関係ってどうなると思いますか？あの場にいた記者たちは全員命の危険を共に経験したわけじゃないですか。共通の恐怖体験って、対立していた両者の関係を変えることってありますよね。鋭い視点なのだ。確かに、あの場で同じ恐怖を共有した経験は短期的には関係を和らげる可能性があるのだ。しかし歴史を見ると、政治的な緊張は感情的な出来事では根本的には変わらないことが多いのだ。9.11 の直後にアメリカは一時的に団結したが、2年後にはイラク戦争をめぐって激しく対立したのだ。危機の後の一時的な連帯が本物の変化につながるかどうかは続く行動次第なのだ。冒頭で2600人がテーブルの下に伏せたという話をしたのだが、その中には日本のメディア関係者も含まれていた可能性があるのだ。毎年この晩餐会には世界中のメディアが集まる。NHK や主要紙の特派員も出席しているのだ。彼らが銃声の中でテーブルに伏せている瞬間、それは遠い国の話ではなく、同時場にいる人間の問題なのだ。報道の自由と身の安全は日本人にも直結した問題なのだ。最後に僕の率直な意見を言うのだ。今回の事件で一番怖いのは銃声そのものじゃないのだ。怖いのはなぜ起きたのかがまだわからないことなのだ。テロか個人的な恨みか偶発的なものか、動機によって今後のアメリカ社会への影響は全く変わってくるのだ。1ヶ月後のシナリオを言うと、動機が政治的なものだった場合、
大統領の公式イベント出席は大幅に制限される可能性があるのだ。動機が個人的なものだった場合でも、警護体制の見直しは必至なのだ。個人的には、アメリカの銃社会の問題って本当に終わりが見えないと感じます。記者版3回という対話の場でこういった事件が起きてしまうと、大統領がメディアに姿を見せること自体がリスクになって、ますます対話が減っていく悪循環になりそうで怖いです。その悪循環こそが一番深刻な問題なのだ。今日覚えてほしい数字は106なのだ。106年の歴史で今回が史上初の銃撃事件。アメリカ民主主義の象徴的な場が標的になったこの事件の動機が明らかになる日が答え合わせの日なのだ。みんなに問いたいのだが、動機は政治的だと思うか、個人的だと思うか、コメント欄で教えてほしいのだ。明日は容疑者の動機についての続報が出次第改めて解説するのだ。チャンネル登録と高評価で続報を待っててほしいのだ。また明日なのだ。